こんにちは。健康長寿美肌カウンセラーの松井です。前回はですね、光が私どもの体に与えるいい影響について一例を説明させていただきました。皆さんご覧になられたでしょうか。今回はですね、普段朝と夕方の日光浴を健康のために取り入れてくださいとお伝えしています。ただこの夏場の時期、昼になるとですね、さすがに紫外線対策が必要になってきます。ただ皆さん普段紫外線対策だけを頭に入れていると思うんですが、どうやらこの夏場、紫外線予防だけでは足らないですね。それについて今日は説明していきたいと思います。それは何か。それは PM2.5 です。皆さん PM2.5 お聞きになったことありますよね。それは多分その黄砂が飛んでくるような時期について結構気にされるのではないでしょうか。でもその PM2.5、紫外線と混じって反応して体に悪さをする可能性があるんです。普段皆さん口や鼻に対して PM2.5 の対策をなされていると思うんですが、口と鼻だけでさて十分なんでしょうか。そこについてですね、データを示させていただきながら、どのような影響があるのか。で、今現状、PM2.5、日本ではどのような現状になっているのか。今日一日の例を示して、皆さんにお伝えしていきたいと思います。それでは、どうぞですね。PM2.5 とは、というところを説明していきたいと思います。PM2.5 というのはですね、直径が 2.5 マイクロメートル未満の超微粒子の物質のことです。1マイクロメートルが1ミリの1000分の1です。2.5 マイクロメートルというのはどのぐらいの大きさかというとですね、1ミリの400分の1なんですね。まだイメージつかないですね。じゃあどういうような大きさなのかというと、ここに例示しています。髪の毛、この髪の毛の28分の1の大きさです。これが砂です。これが髪の毛です。PM2.5 はどのぐらいの大きさかというと、この赤い点、こんな小さな微粒子なんです。その大きさっていうのはですね、実はどんだけ小さいかというとですね、人間の体でいうと、赤血球が7マイクロメートルです。だから、3分の1弱で、動物の細胞の大きさが10マイクロメートルから100マイクロメートル。それよりもずっと小さい微粒子なんです。これがですね、風とともに皮膚に付着していきます。そうするとですね、この皮膚の、例えばですね、いろいろ侵入経路があるんですが、例えば髪の毛より小さいとなるとですね、この毛穴から微粒子が侵入してくる可能性があるんです。そしてここの微粒子が通ってきて侵入してきたこの先、何があるかというと、この赤と青の線、これは毛細血管です。入り込むまではまだいいかもしれないですけども、ここまで悪さしたらどうなるのか。そこがこの PM2.5 の怖いところです。それはですね、本日2018年6月27日現在の日本の PM2.5 の状況について見ていきたいと思います。
ここに示しているのがですね、地図上の PM2.5 の濃度の状況です。ここに日本がありまして、非常に高い濃度の PM2.5 が風に乗って流れ込んできて、若干ではありますが、日本に影響を及ぼしている状況であることが見て取れます。ここには WHO 世界の環境基準、ここには日本の環境基準、年平均、非平均でどのぐらいの数値までは許容されるかというところを示しています。それに対して、ここにリストされているのはですね、本日現在で PM2.5 の高いランキング順位です。これらにリストされている地域のデータを見ますと、それらの環境基準をはるかに上回る PM2.5 の濃度にあることがわかります。ここで気をつけていただきたいのは、普段我々は PM2.5 について気にはしてないですが、我々が思った以上にですね、この風向き等々によってはですね、我々が普段空気がきれいであろうという地域ですら、環境基準を超える濃度の PM2.5 が降り注いでいる可能性があるということなんです。それでは、この PM2.5、どのような影響があるのか、皮膚に関してデータを調べましたので、見ていきたいと思います。を通した健康への影響についてご説明していきたいと思います。ここのデータはですね、上海の研究機関が論文発表した内容に基づいて私がまとめたものです。それによりますと、PM2.5 の増加とともに、角化表皮細胞の生存率、お肌の細胞の生存率が減少していったということが分かってきています。そしてですね、皮膚組織の酸化ストレスの増加、皮膚バリアの損傷、炎症反応の上昇、皮膚の老化の上昇。具体的に言うと、顔面の色素沈着した斑点とかほうれい線の増加とかですね、そういうのが招く恐れがあると。そして、皮膚バリアが損傷してますから、その中の機能の一つである免疫機能が損傷していくと。皮膚バリアが損傷していくというのはどういうことかというとですね、皮膚そのものが持つこのような機能が影響を及ぼされるということになる可能性があるということなんですね。そういうような機能が損傷していくことによって、アトピー性皮膚炎とか湿疹を誘発また悪化したりですね、他の皮膚疾患のリスクを増加していく結果になるだろうということが懸念されています。この皮膚の角質層のバリアの機能異常によってですね、慢性的に外からですね、抗原が皮膚に接触して皮膚から侵入することによって、アトピー性皮膚炎の炎症が増してしまったりする要因になって、そこからですね、さらに喘息とかアレルギー性鼻炎とかに関連するのではないかということが現在懸念されています。いかがでしたでしょうか？ PM2.5 のお肌を通した健康への影響、ご理解いただけたでしょうか？
私どもはですね、PM2.5 から体を守るためにですね、口や鼻からだけではなく、紫外線と同じようにですね、しっかりとお肌もマスクしていただくということをお勧めしています。それではまた。